ダメだ。よしよし。ごめん。おーちゃん。おーちゃん。あれあれあれ。顔ちっちゃいな、お前。こんにちはって。あ、剛イライラする？ダメかな？お、いける口がな？許してあげるとな。よしよしよし。少しずつな。ちょっとイライラして。よし、またやめようね。おーちゃん、帰ろうね。おう、また来てくれよな。はい。はい、少しずつ慣れていこうね。よしよし。猫たちがですね、ロフトの上とロフトの下、こう行き来できないようにするためのこのゲートですね。ゲートをこのように作ってあります。上の子たちと、おーちゃんですね。親友の猫が、会わないように、非常に、ね、仲が悪いんでうちは、このように工夫をしてやっているんですが、セットするのが大変なので、ちょっとこの辺をね、また、改造して、上手になんかこう仕切り板を作りたいなと思っています。で、あとね、こちらの方も夏の間非常に活躍してくれた、この小さなね、網戸。これもね、もうなんか壊れそうなんですよね。なんで頑丈な仕切りをね、また作りたいなと思います。怖いな。ここでまず仮止め買った。うん。ああ、ちょっと。で、ここか。よっしゃ。さて、内開き、外開き。はい、まずこれ見ますかね。これが、鍵ですね。こんな感じで留めていました。これがですね、レベル1の鍵ですね。で、今日はですね、レベル2の、鍵を買ってきたので、変えたいと思います。で、やっぱこれちょっとめんどくさいんですよね。なんで、もうちょっとね、使いやすい鍵を買ってきました。よいしょ。結構ね、この1000本格子の扉気に入ってるので、使っていきたいんでね、便利に使えるように、改造したいと思います。プレートラッチって書いてますね。はい、こういったものです。で、どっちですか？
まあ普通はこの受け側、この躯体側ですかね。ちょっと思ったよりピカピカしてますね。一回この、焼いたりなんかするとね、こうなんかシャビーっていうんですか。そんな古っぽい感じになるんですが。まあまあ、ちょっとまあいいですかね。これでいきましょうか。で、このスライドできるのがね、これ便利だなと思いますね。で、まあいいところを見つけて、これを止めていきます。これもうパパッとつけちゃおうかなと思ったのですが、いろいろね、コツがあるんですよね。なんで、この一箇所ね、止めるとこだけ話したいと思います。で、まず場所なんですけども、まあこの受けの方はね、ここに止めようと、まあ決まったのですが、ここに決めたんですが、その際ですね、この真ん中に、このステンレスのね、ビスを打つんですけども、これはね、意外とこの真ん中に穴を開けるっていうのは難しいんですよね。で、そのためにある便利アイテムがこれなんですよね。で、これはどんなものかというと、このインパクト、ドライバーにこう入れてあげると。そうするとね、こう回るんですけど、これがね、スライドして中からキリが出てくるんですよ。で、ここはテーパーになっていて、で、こう当てることで、こうど真ん中に、下穴をね、開けることができるというものなんですよね。ただ、これで今開けてしまうと、このキリがね、大きいんですよね、径がね。なんで僕はそういった使い方ではなくですね、ちょっといいですかね。こう当ててですね、まあ場所を決めて、ここでいいかなと思ったら、インパクトドライバーにはつけずにですね、これだけでグッと押してやるんですよ。そしたらこの真ん中に、このキリでね、下穴の頭だけが当たるんですよね。で、それができたら、これが、僕が持ってる一番、小さな1ミリのキリですね。この細いキリで下穴を開けてあげると。そして、まあ普通にこのステンレスのビスを打つと。でやれば、このど真ん中にですね、この小さな下穴を開けることができるといった形で僕はね、これ細かいところはそのようにやってますね。まあ参考になればと思います。よいしょ。ガンガンって言ってんだうまくね、押せてない、舐めちゃうんでね、ぐーっと押さえつけてね、舐めないように、入れていきましょう。テーパーになってるんで入れていけばど真ん中なんで自動的にど真ん中になるはずですね。なった。はい。はい。で、受け側がしっかりつきましたね。まあ同じ要領でね、こっちもつけましょう。もうこちら側ね、もうこれは決まっているので、こう、入れてあげて、ここをね、スライドしてどこにしようかなっていう感じですね。取れんのか？取れない。あとどこが繋がってんだろう。取れないな。これだ。よし。どうだ？まだだ。いるいる。こっちか。そうか、結構止めてるな。最初の頃ってこうなんか、頑丈にって考えちゃうんですよね。すごいいっぱい打ってましたね。よいしょ。横は、あとは下と止まってないか。よし。
できた。これは、あ、まだ止まってるか。すごいな。ああ、なんか止まってる。ああ、そうか。まだ止まってるか。はあ、取れた。おお。で、次やることはですね、断熱材を入れてからなんですけども、壁を貼んなくちゃいけないんで、そうですね、ここをちょっとカットして、こう、内白っていうのかな、合板の内白がちょっと欲しい。よいしょ。わかりますかね、これがフロア釘ですね。ねじったやつはすごい硬そうだなってこう見てて分かったと思うんですが、やっぱ釘はね、大変なんですよね、抜くのもね。なんで、今は結構こういったね、木ネジが使えるようになったのかなってちょっと今思いましたね。大切にしたのにこれもっと太いの持ってないとダメだ。思ったよりもこの辺ちょっとなみっちゃいましたね。まあどうしても気になる人は合板貼った後にちょっとパテなどで埋めてくれたらいいのかなと思いますね。よし。おー、取れた。へへ。うちの小屋がですね、まっすぐではなくて、なんで、このね、ガイドを使って切ることが難しいので、こんな結構違うんですよね。フリーハンドでやるしかないなといったところですね。結構大変だ。はい、取れました。最初ですね、ホームセンターで見たときに、ちょっと薄いんですけど、一番薄いやつ買ったんですけど、二重にして使えばいいかなと思って買ったんですけど、なんか一重でもいいかなっていう気に今なってますね。どうしようかな。うわ、すごい。うわ、これダメだな。ちょっとブロワーやりましょうね、これね。で、ちなみにこの手袋、こうやったらね、巻き込まないですね。そもそも刃の進行方向にね、手を置くなどいろいろあるんですが、こうやったらね、特にみんなも心配しないですよね。はい、昨日ね、綺麗にしておきました。こうですね。よいしょ。さあ。おー、いいですね。できるだけぴったりにして、なんか隙間があったらシリコン打つぐらいやると思うんですが、うちはシリコンはいいかなと。いつ改造するかわからないので、この状態で。もう十分ですね。もう、これでいいですね。もうこれでね。なんかいます。で、こっちは、よっ、入った。よし。こっちはぎゅうぎゅうでいいですね。どうですかね。こっちなんか
同じようにまあいいですかね。これで、壁を張りたいですね。ここにね、1枚、板をね、今切って貼ってしまおうと思います。よしよし。で、あとは、ちょっと隙間をパテルネでもして、乾いたら、塗装しようかなって感じですね。よし、ここまで来ましたね。はい、こんにちは。今日は、この壁を含めですね、ちょっと上の方も、白ペンキでね、塗装をしていきたいなと思います。で、ちなみにですね、これ、どう思いますかね？なんか、ワークマン行って、なんか便利だなと思ってね、買ってきたんですが、このベストですね、なんかオーバーオール感がちょっと強いかなって、ちょっと動画を見て思いまして。で、長さもなかなかね、攻めた長さなので、これどうなのかなって、ここの、なんか便利なね、後ろとか入る、こういったところもすごい便利だなと思って、いいんじゃないかなと思って買ったんですけど、どうすかね。ちょっと今、心が今弱ってますね。どっちだろうって。不安なんで、ぜひですね、本当のところをね、コメントいただければなと思います。よし。まあ、ね、ちょっと急いでね、塗っていきましょう。よいしょ。ちなみに今の猫の絵ですね、2601年で描いたんですよね。意味わかんないですよね。でも1600円にしてはちょっとそんな古くないような気もするし、よくわかんない絵を買ってしまいました。まあ絵は気に入ってるんでいいんですけど。よいしょ。よくこういった壁塗るときにね、アク止めとか塗ると思うんですが、まあもう10年近く経ってるんでね、このままいっちゃおうかなと思ってますね。なんか今んとこ全部いけてるんで、大丈夫だと思います。皮一枚残っちゃう。ああ、やばいやばい。よいしょ。で、あと角か。この角はどうやって落とそうかな。これはフリーハンドで、いやー、ノコギリで切ろうかな。どうしようかな。よーし。あ、芯食ったかもしれなかったな、今。大丈夫か。お、よいしょ。これで、こう来て、まあ、ちょっとこんな感じかな。どうでしょうか。あとは、これを、手離すとね、ちょっとこっちに行っちゃうので、あと固定しないといけないので、何かつっかい棒が必要ですね。